どうもこんにちは。もうこれだけで終わろうかなと思うんですけどはい、2024年の Ruby 会議、皆さんいかがでしたでしょうか。オーガナイザーみたいなこと言ってますけれども、どっちかというとオーガナイザーに恨みがあってですね、今年一番最後なんですよ、クロージングキーノートってやつですね。で、去年までここ数年間の Ruby 会議のキーノートでは私が一番最初だったんですね。だから一番最初に私がこう話をして、でカンファレンス続いてっていう風なスタイルだったんですけども、今年に限っては私一番最後で皆さんですね、いやキーノート楽しみにしてますとかおっしゃってくださるんですね。みんな親切ですよね。で、私あんまり緊張しないたちではあるんですが、そういう繰り返し言われるとですね、なんかボディーブローのように効いてきてですねなんか例年にないぐらい緊張して今ちょっとガクガクしてるんですけれども、どうしたらいいんだろうっていう感じではあります。ので、これからですね約1時間弱にはなりますが、ちょっと我慢して聞いてください。なんか変なこと口走りそうな予感があるので、どうとか言ってくださいね。で、Ruby 会議、今年の Ruby 会議だけではないんですけど、Ruby 会議では大体私にとってですね、だいぶ価値観を破壊されるカンファレンスで、他の方はですね、例えば Ruby の会議に出たと思ったら C 会議に参加していたとかですね、そういう感じの常識破壊を経験していらっしゃるようなんですけども、私の場合はちょっと違っててですね、例えばですね、私がホールとか歩いているとですね、一緒に写真を撮りたがる人がいるんですね。ただのおじさんと一緒に写真撮って何が嬉しいんだろうなとかですね、いろいろな意味でですね、私の価値観とか常識とか破壊するカンファレンスではあるんですけれども、で、今日はですね、Ruby をねより良くするとかいうような話についてちょっとしようかなと思います。で、今日はですやたら難しい話とかですねありましたけれども、私の話はですね今回も、テクニカルトークではないですね。はい。で、あとクワインも出てきませんし正直コードが一行も出てこないんですけど、我慢して聞いてください。で、ですね本題に入ります。で Ruby っていうのは本当に素晴らしい言語だなというふうに思います。でこれを日本語で何て言うかっていうとですね、自画自賛っていうんですね文字通りでなんですが、本当にいい言語だというふうに思います。私がいい言語を作りたいと思って作ったんですけど、で他の人がどう感じるかどうかは知らんわと思って作ったんですけど、意外と私と好みの方向が似てる人が多くてですね、特に意思決定者に多くてですね、で、Ruby を使ってくださっているんだと思います。本当にありがたいことだと思います。逆にね、就職した会社がたまたま Ruby の会社だったって人はですね、嫌が応にも Ruby を使ってるわけですけれども、で、そういう人もですね使っていくうちに Ruby の良さに目覚めることが多くてですね、だいぶちょっと危ない感じがしてきましたけれども、で、Ruby の良さの一環はですね、コード書いてて楽しいということにあるんだと思います。はい。で、ですね、Ruby のウェブサイトのトップページにですね、A Programmer's Best Friend っていうふうなスローガンが書いてあります。で、これは Ruby がそうあってほしいというふうに願って考えた言葉なんですけれども、私たちプログラマーがプログラマーじゃない人もいっぱいいると思うのは知ってますけど、プログラマーの人がですね、プログラムを書くときに友であってほしいというふうに願ってつけたスローガンになります。で、Ruby はですね、非常にたくさんの機能を持っています。その機能がかゆいところに手が届くっていうかですね、こういう機能がこういうメソッドがあったらいいのになと思ったやつは大体あるっていうのがですね、Ruby の本当に素晴らしいところだと思います。かつ、
それらの機能がクラスという一つの軸に従って分類されているっていうのは素晴らしい点だ。ただ、Ruby を作り始めた30年前はともかくとして、現代においてはクラスでその機能が分類されているっていうのは別にどこの言語でもそうなので別に珍しくなかったんですけども、30年前のことをね思っていただければ、それは非常に良かったと思います。で、あとですね、Ruby にはその制限が少ないというのも利点だと思います。で、私自身がツールとか言語とかの都合によって理不尽な制限を受けているときに腹が立つので、自分の言語ではそういう腹が立つような真似はしたくないなというふうに思ってですね、制限を少なくしてきました。で、典型的なものはですね、例えばインテジャーのサイズ、つまり整数は例えば42億より小さい数は表現できますが、それ以上はオーバーフローですとかですね、それってコンピューターの都合ですよね。で、人間にはそういう別に42億だろうが、100億だろうが、表現したいときにはしたいわけですよね。で、そういうような制約をですね導入しないというようなことを考えました。で、ビッグナムっていう名前、昔はビッグナムっていう名前で大きな整数を表現できるようになったんですけれども、で、それを入れた理由はですね、実はRuby にそのIO コントロールっていうシステムコールを呼ぶメソッドをつけたかったんですね。で、つけたんです。そしたら、当時の Ruby はビッグナムがなかったので、31ビットまでしか1ビットフラグに使ってるので、31ビットまでの整数しか表現できなかったんですよ。だから21億ぐらいで、そしたらIO コントロールのシステムコールのフラグに32ビット目が立ったやつがいたんですよ。呼べない。で、なんかちょっとで、それでですね、仕方なくビッグインテジャーを作ったっていう、別に数学的な欲求全く何もないっていうで、そしたらですね、ビッグインテジャーの実装意外と難しくてですね、なんでこんなこと始めちゃったんだろうとか泣き言を言いながら実装したんですけれども、で、それがですね、今の制約の少ない Ruby のいい性質につながったということでもあります。あと、一部の言語ではですね、言語がもともと提供している機能と、それからユーザーが自分で定義した機能の間に外見上の差がある言語がありました、昔は。で、例えばなんていうの、ゴーサブとか言ってもみんな分かんないよねで、ユーザー定義関数の前になんか特殊な記号をつけないと呼べないみたいな言語の中にはありましたが、そういう区別はですね Ruby にはありません。で、それからですね Ruby はRuby のという言語が素晴らしいだけではなくて、RubyGems という名前の各種ライブラリーが提供されていたり、あるいは、Ruby の開発を支援するようないろんなツールが提供されていることによって、非常に便利に使われるので、Ruby という言語だけで素晴らしいわけではなくて、その周辺ツール、例えば VS コードのプラグインがありますとか、Vim のプラグインがありますとか、Emacs のライブラリがありますとか、なんかだいぶ偏ってますけれども、で、そういうようなさまざまなツール、あとはなんだっけ、ルボコップみたいなリントツールであるとか、いろいろありますけれども、そういうようなツールやそのライブラリの存在によって、Ruby のプログラミングの生産性が上がったり、便利になったりと、それによって、Ruby はより良い言語になっているわけですね。で、そういうようなツールやジェムっていうのは別に私たち自身が作ったものばかりではないので、というかほとんど作ってないので、それはそのコミュニティの皆さんがこんなジェムがあったら便利じゃないのとか、こんなツールがあったら便利じゃないのって言って作ってくださったからこそ存在しているわけですね。で、それを考えるとその、コミュニティがRuby のそのコードの楽しさを支援するっていう特質を実現していると言ってもいいと思います。はい。で、Ruby が良いって言われている理由のうちの一つはですね、もう一つはですね、生産性にあると思います。で、プログラマーっていうのは、少なくとも私の観測によると、そのハッピーにコード書いている時の生産性は高いんですね。で、理不尽に悩んでいる時の生産性は低いんですよ。で、Ruby だと、多くの場合なんかRuby の言語の理不尽で何だろうって言って叫ぶことは、海に向かって叫ぶことはですね、
他の言語より少ないというふうに自負しているので、それは皆さんの心理的安全性とですね、生産性の高さを実現しているというふうに思います。で、Ruby の生産性の高さはですね、Ruby on Rails のおかげでもあると思います。私が作ったわけではないんですけれども、Ruby on Rails 本当に素晴らしいと思います。実はですね、Ruby on Rails がリリースされたのが2004年なんですね。ということは、今年はRails 20周年ということなんですね。いや、ありがとうございます。僕作ってないけど。で、20年ソフトウェア、特に言語とかはね寿命長いものが多いんですけれども、フレームワークの寿命そこまで長いものはあんまりないので、それを考えるとですね、20年生き延び続けて、かつ現代においても、最先端といってもいいポジションを維持しているレールズというのは、すごいなというふうに思います。で、その結果ですね、本当にたくさんの企業であったり個人であったりがRuby やRails を使っています。で、だからその Ruby や Rails は社会を動かしている、少なくとも一部は動かしていると言っても過言ではないというふうに思いますね。で、2年前にも話したんですけれども、TopRubyCompanies.info っていうサイトがあって、でこれを見に行くとですね、例えばグローバルな上場企業だったりで、Ruby を使ってます、うちは Ruby 企業ですみたいなところのリストが見ることができます。はい、なんか久しぶりに見たらちょっとページが増えてて、Ruby のコンサルティングやってますみたいなところのリストも増えてて、で We are hiring とか書いてあって、頑張ってんなとか思いましたけれども、はい、ですね、これ日本語で書いてはありますが、あんまり中身はどうでもいいんで、これはですね、日経新聞がまとめた、成長が早い、スタートアップ企業のリストだそうですけれども、なんか上の方にですね、タイミーさんとかですね、スマート HR さんとかでですね、どっかで見たなっていう感じ、その辺にブース出してたなとかいうような企業はですね、結構あるんですね。これ別に Ruby の企業リストではないんですけれども、日本におけるスタートアップで、非常に伸びている企業の多くでですね、Ruby が実際に使われているということだと思います。だから使われていて儲けているからこそ、スポンサーとしてですね、こんなたくさんの企業が名前を挙げてくださってですね、サインも入ってますけれども、で、私が間違えて、Ruby 会議2万24とか書いてありましたけれどもあと1万8000年続けるんかで、これだけたくさんの企業がですね、スポンサーになってくださいました。Ruby セントラルの人がですね、これ見てですね、すげえスポンサー多いなとか言って感動してたんで、アメリカの Ruby 会議のRuby カンファレンスよりもですね、はるかにスポンサーが多い Ruby 会議は得意なポジションにあるというふうに思います。またですね、ハックスペースのところにあった求人票をですね、びっしり貼ってありますけれども、We are hiring っていう企業たちがですね、これだけ多分スペースがなかったので貼れなかった企業もいっぱいあったと思うんですけれども、これらの企業がRuby のエンジニアを採用したいというふうにここにRuby 会議に来て、例えばね、ラストのエンジニア採用したいとかいうのはちょっと違うと思うんで、Ruby エンジニアを採用しようと思ってると思うんですけれども、で、それだけですね、人を集めたいと。で、Ruby の人気は実は結構高いと。Ruby は社会を動かしていると言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。さらにですね、Ruby の良い点として効率が良い点があります。正直言うとですね、過去の Ruby が遅かったっていうのは事実だし、未だにそれによって Ruby 遅いって言われること多いんですけど、で、現在の Ruby はですね、それに比べると随分高速化されましてですね、で、たくさんの大きな企業、有名な企業が使うのに十分なだけの高速に実行できています。例えばみんな大好き GitHub もですね、Shopify も、Square、ブロックとかもですね、Ruby で動いています。そうですね、GitHub がなくなるとRuby どころじゃない、Python もGitHub でホスティングしてますし、でJavaScript のなんとかみたいなのもGitHub でホスティングしているので、Ruby がなくなるとですね、人類が全部ソフトウェア開発ができなくなる、いやそこまではないかなという大変なことになりそうなので、Ruby 非常に大事であるということが言えると思います。そういう観点から言うとですね、Ruby はただ単に E を超えてですね、グレートであるというふうに言っても言い過ぎかな言い過ぎだったではないというふうに思います。はい。しかしですね、我々欲張りなので、じゃあこれで満足して、じゃあ現状で満足して、もうこれでハッピーだ、Ruby は十分だって言えるかっていうとですね、言わないんですね。で、我々はその Ruby をもっと良くするためにはどうしたらいいかということについて考えるんですね。それは可能であるか、可能なんですけど、
でだとすると、どうやってそれをRuby をもっと良くするかっていうことですね、今日はちょっと考えてみたいと思います。はい。で、Ruby を良くするためのいろんなことについて私も考えたんですけれども、一応ね、Ruby のコミュニティの開発コミュニティのリーダーだというふうに自負しておりますので、4つの側面からですね、Ruby のより良くすることができるというふうに思ってます。で、一つはですね、パフォーマンスですね。で、パフォーマンスは非常に重要で、プログラマーはですね、みんなその速い言語が好きなんですね。場合によっては必要以上に好きなんですね。で、みんなベンチマークが大好きなんですね。それがその現実のアプリケーションで意味があるかどうかともかくとしてベンチマークが大好きなんですね。で、そういうことも考えてですね、Ruby は過去パフォーマンス改善のために非常に大きな努力を払ってきました。いや、私が払ったわけではない気もするけど、で、例えば YARB であるとかですね、MJIT であるとか YJIT であるとかですね、パフォーマンス改善してきました。YARB が Ruby に最初に導入されたのは実は2007年なんですね。だいぶ前ですけれども、で、YARB っていうのはその Ruby に導入された新しいバーチャルマシンで、それより以前のそのツリーウォーキングインタープリターって言われている、結局私が書いたインタープリターっていうことですね、よりも随分高速化でした。自分はプログラマーだと認識してるんですけど、ゼロからプログラミングを書く、言語っていうプログラミングソフトを書くのはですね、ある程度才能があったんだろうなというふうに思って、なんか偉そうですけど、実際に自分の作ったソフトウェアをベースに、自分がデザインしたソフトウェアをベースに、これだけでかいカンファレンスが開催されるっていうのはですね、才能があったんだろうなというふうに自負するんですけれども、高速なソフトウェアを書く才能がないみたいでRuby めっちゃ遅かったんですね、昔ね。で、YARB になってバイトコードに変えただけではないですけども、変えたこととその周辺によってですね、大体その Ruby のパフォーマンスが5倍から50倍ぐらい速くなったんですね。ベンチマークによりますっていうやつですけども。で、これによってですね、パフォーマンスが非常に改善されました。しかしですね、我々欲張りなので、それに満足することなくですね、2018年には MJIT というのを導入しました。国分さんのやつですね。ブラッドが作って国分さんが入れてくれたやつで、2014年の、Ruby カンファレンスというアメリカのカンファレンスのキーノートで、皆さんここにいた皆さんのうち出てきた人は少ないと思いますけども、コミュニティの前にですね、Ruby3x3 っていうタイトルの、スローガンをですね発表しました、私が。でそれはですね Ruby2.0 に比較して この時点で将来に出るはずの Ruby3.0 はですね3倍高速化するというふうなスローガンでした。だいぶ無理がある。で、実際にですね頑張ってその MJIT とかも導入したおかげである種のベンチマークでは3倍になる。具体的に言うとオプトキャロットですねでは3倍以上高速化されましたが、残念ながらですね Ruby が一番よく使われる Rails アプリケーションのパフォーマンスはあんまり改善しなかったんですね。で、メモリ消費量は増えるのにパフォーマンスは変わらない、または若干落ちるっていうそういう状態で、正直言うとその普通の Ruby ユーザーにはあんまり嬉しくないJITだけどベンチマーク大好きな人たちは喜ぶっていう感じの JIT コンパイラーを2018年に導入しました。ですね、しかしですね、それでは、Ruby のメインのユースケースで嬉しくないので、マキシムどっかにいると思いますけれども、マキシムがですね、2022年にですね、YJIT を導入してくれました。これはですね、より高速な JIT コンパイラーで、ベーシックブロックバージョニングっていうアルゴリズムを、マキシムの博士論文で採用したアルゴリズムだそうですけれども、現在はラストで書かれています。でこれはですね、Rails アプリケーションが 1.8 倍なんか 1.7 倍じゃないってさっきセッションで言ってるのを聞いたので 1.8 倍ぐらい高速されるというふうに言ってました。で、この仕事はですね全体的にShopify がスポンサーしてくれましたので、Shopify がなくてはですねこの高速化できなかったと思います。今回のカンファレンスではですね、マキシムが、ブレイキング・ザ・ルビー・パフォーマンス・バリアというタイトルと、それから YJIT makes Ruby 1.7 times faster というですね、セッションがありました。僕その辺で記念写真撮ってたんでこのセッション聞けなかったんですけど、でただ話を聞くにはですね、YJIT に関してはさらなる高速化がいろいろ考えられているということなので、これ以上の改善がですね期待されるというふうに思います。で
はい、でそのパフォーマンスってですね、大体の問題を解決するんですね。で例えば我々にとってその古い Ruby を使い続ける人がいるっていうのは大きな問題で、メンテナンスする Ruby のバージョンをこう制限して、古いやつはもうメンテナンスしませんというようなメッセージを出すことによってですね、新しいのにマイグレートしてください、新しい Ruby にマイグレートしてくださいっていうふうなメッセージを出し続けたんですけども、それでもなかなかねうまくいかななんかやる気出せなかったんですけども、ただですねYJIT がすごい頑張ってくれてるので、新しいバージョンのレールズに変わるとパフォーマンスが 5% から 10% 上がりますとか言うとですね、みんなじゃあ上げようかとか言うんですね。でパフォーマンス本当に問題を解決しますね。あともう一つ、お金は問題を解決する傾向があるんですけども、はい、で、そして Ruby の VM を高速化するっていうことをどんどん続けて、これからも続けていきますが、それによってですね Ruby は今後もですね、より偉大になっていくというふうに考えています。はい、じゃあこれが1番目の側面です。側面ですね。でパフォーマンスで、2番目にですね、より Ruby をより良くするための2番目の点としてはですね、パフォーマンスがあります。あれパフォーマンスはありとあらゆる問題を解決するのでただですね、バーチャルマシンはその唯一のボトルネックではないんですね。で、そうするとですね、例えばメモリ関係の問題みたいなものもやっぱりボトルネックになるんですよ。で、ので過去の Ruby はですね、この辺についても、オブジェクトヒープコンパクションですね、ヒープをコンパクト圧縮することによってよりメモリ効率を良くするとかですね、それから、メモリ割り当てのサイズを可変調にすることによって、メモリの効率を上げようとかですね、あとオブジェクトシェイプっていうのを導入することによって、インスタンス変数へのアクセスを効率化しようとかですね、それ以外にもですねGC の、改善を様々行ってきました。今回のカンファレンスではですね、例えばアーロンがですね、Speeding up the instance variables with Redback trees とかですね、ジェレミーがですね、Reducing implicit accessing during method calling ということで、とかですね、ちょっと字がちっちゃくレイアウトのせいで字がちっちゃくなっちゃったんですけども、ピーターたちがですね、メモリリークを発見するっていうことを言ってますけども、ピーターたちは実際そのガーベージコレクションの改善ですね、あとメモリアロケーションの改善について、非常にたくさんの仕事をしてくださいました。で、聞くところによるとですね、現代のウェブアプリケーションにおいて、メモリっていうのがボトルネックになりやすいという話を聞きました。本当ですか？僕ウェブアプリケーション書かないんで伝聞なんだけど、合ってる大丈夫で、のでもうよりたくさんのメモリがいるんですけども、で、バーチャルマシン Ruby のコマンドがより小メモリになることによって、で、Ruby がよりメモリを使わなければ、で、たくさんのですね、お金を節約できると。でそのお金はもっと別のところに回すことができて、で、開発者のサラリーが上がるとかですね、いい話ですね。とか例えばこの Ruby コアチームのスポンサーが増えるとかですね、いい話ですね。でそういうことが起きるんじゃないかなというふうに期待してるんですね。ので、Ruby のですねはより小メモリにすることによって、Ruby をよりグレートにすることができると、より偉大にすることができるというふうに考えます。はい、これが2番目ですね。2番目の要素はパフォーマンスでした。じゃあ3番目の要素はですね、大体想像ついてますね。パフォーマンスですね。はい、ですね、Ruby 作った30年前にですね、現在のそのコンピューターがみんなマルチコアになるっていうことを想像することができなかったんですね、正直言うとね。で、Ruby ってすごく早い時期からスレッドを持ってたんですけれども、パフォーマンスを向上させるための機能としてのスレッドではなかったんですよ。実装がそういうふうになってなかったんですね。でどっちかっていうと例えばプロデューサーコンシューマーモデルとか、そういうデータの流れを独立して書くことによってよりきれいに書くことができるといいなとか、そんなことを考えながらスレッドを作ったんですね。で、それを引きずってきたので、現代に至ってもですね、スレッドをたくさん Ruby スレッドあるのでスレッドをたくさん使うことができるんですけども、スレッドをいっぱい作っても、パフォーマンスは全然改善しないんですよ。ただ、現代においてはですね、スレッドを使う、あるいはコンカレンシーを使うっていうのはパフォーマンス改善したいからスレッドを使うっていうケースが増えてるんですよね。でそうするとその現代の Ruby の実装だったり性能特性だったりは、ユーザーの期待にあんまり応えてないっていうのが現実があります。で、Ruby は
もともとスレッドを持ってるんですけれども、で、やる部と一緒にそのスレッドに対して、ネイティブスレッドP スレッドを使うようになったときに、同時にバーチャルマシンが複数のところからデータ構造に複数のところからアクセスすることによってクラッシュしたりすることがないようにグローバルバーチャルマシンロックっていう GVL っていうものを導入して、一度には1個のスレッドしか動きませんというふうなことにしたんですね。で、あるいは Unix 系 OS ではプロセスというものがあるので、コンカレンシが使えるときはプロセスを使いましょうとかですね、あるいはその、なんだっけ、データのコンカレンシその I/O のためのデータコンカレンシが必要だったらそのファイバーというものを使いましょうとかですね。で、CPU をたくさん使いたいときには、3.0 からラクターというものを作りましたので、ラクターが使えるといいねみたいな話でこれまで来ましたがですね、どれも完璧ではなくてですね、スレッドはさっき言ったように、GVL があるので、マルチコアは使いづらいし、プロセスは生成コストが遅いし、プロセス間の通信がもうコストがかかるので、通信が行われるようなものをプロセス間の通信が行われるようなものには向かないんですね。で、ファイバーはマルチコアは使えませんし、でラクターは正直言うと、結構バギーでまだプロダクションで使ってもいいですどうぞどうぞっていうのは僕からはなかなか言い難いんですけど、笹田君なら言うかもしれないで、そういうのもあるので、例えばですね NM スレッド、どっちが N だっけまあいいや、ユーザーレベルで Ruby レベルで見えるスレッドの数とそれからネイティブスレッドの数を独立させましょうっていうふうな、ゴルチみたいな感じですよねができるようにとかですね、それから、その同じ技術を使ってそのラクターの実行をより軽量化しましょうと、1ラクター1スレッドではなくて、もっと軽量なラクターにしましょうとかですね、あるいはラクターローカルのガベージコレクションを用意しましょうとか、エイシングファイバーっていう名前を使おうと思ったらサミュルにこれをやめてって言われたの忘れてた。で、ファイバースケジューラーによってですね、ファイバーによって I/O の多重化をするみたいなことについて考えています。で、こうやってですね Ruby がよりそのコンカレンシーを活用することによって、より、パフォーマンスを上げられたりとかですね、データがきれいに書けたりとかですね、であるいはそのよその言語みたいにあちこちに、Async と Await とですねいっぱい書かなくても済むようなものに、午前中そんな話をしましたね、そういえばね。で、考えています。それによって、Ruby がですねより偉大になることができるんじゃないかなと思ってます。はい、このテーマについてはですね、サミュエルがレベレージングファルコン&レイズフォーリアルタイムインタラクティビティとかですね、小石さんが、ラクターエンハンスメント2024とかですね2024とかについて話してくださいました。はい。で、ここまで3番目ですね。4番目の要素はもういいよねはい。で、ソフトウェアの実行効率っていうのは非常に重要だっていうふうなことがあって、で今まで多くの問題を解決するというふうなことを言ってきて事実ではあります。で Ruby のパフォーマンス最近はバージョンごとに Ruby3.0 以降ですね、だいたい毎年 5% から 10% はどうしてもあんまないかな、5% ぐらい改善してきたので、素晴らしいことだというふうに思うんですけれども、で、ただですね開発者のパフォーマンスっていうのも非常に重要だというふうに考えています。で、Ruby プログラミングが楽しいんですけれども、で、現代においてですね、何十年か前ならそのツールによるサポートとかなくて、なんていうの、プレインエディターでパタパタ書いて、でインデントの調整も含めて全部手でやっていた時代もちょっと前はありました。でちょっと前っていうとですね、私生まれてませんでしたって人が結構いててショックを受けるんですけどでなんですけども、現代においてですねそんなことする人はいないんですよね。で現代の、エディターにおいては、生まれが古い Emacs においても、シンタックスに応じて色がつくとかですね、タブを押したらインデントを調整するとかですね、もう一回タブを押したらコンプリーションしてくれるとかですね、あるいはドキュメントを表示してくれるとかですね、そういうツールがサポートしてくれるようになりました。皆さんどっかで見に行ったら VS コードが圧倒的に多くてですね、みんな人気だなとか言ってたらですね、さっきジェットブレインの人と話をしたらちょっとRubyMineも応援してくださいみたいなことを言ってたのでぜひ
はい、まあそうですね、今回でもですね RubyLSP であるとか Rubocop であるとかですね Steep とかコパイロットは Ruby 専用ではないですけど、まあ、そういうようなたくさんのツールがですねプログラマーをサポートしてくれるようになりました。これ本当にいいことだと思います。Ruby 会議この Ruby 会議でも、まあ、Rubocop ですね LSP&Prism とかですねなんだっけプロファイラーとかですね、もう一つプロファイラーとかですね、そういう話が出てきました。それから、僕本当に聞きたかったので通訳の人との打ち合わせがあって聞き逃したのがこのビジネスの話ですね。まあ、デブツール Ruby の開発支援ツールについてですねまとめた話ですね。もう本当に聞きたかったのにな、残念だな。でまあ、ビデオ公開されると思うのでぜひ後で見ていただきたいと思います。でこういうですね Ruby のプログラミングを支援するツールを書くためには、それらのツールが Ruby を解釈する必要があるんですね。この Ruby のプログラムの意味は何かっていうことを解釈する必要があるんですね。でそういうことをするのってパーザーっていうわけですよね。でなんか非常にパーザーについて早口で喋ってくれた人がいますけれどもで、そのツールのためにはですねパーザーの存在非常に重要なんですね。つまり Ruby のパーザーとそれからそのツールのためのパーザーと両方が必要なんです。でRuby はもともとパーザージェムとかリッパーとかあるんですけれども、問題があってその 100% コンパチブルではないかったり、あるいはその Ruby の新しい機能文法がこう拡張されたりしたときにそれに対応するまで時間がかかったりとかしてたんですね。でそれもこれも何かっていうとその Ruby っていうコマンドが使っているパーザーとそれからこれらのツールが使っているパーザーが独立して開発されているので真似できない真似しないついていかないといけないというのが非常にこう苦労だったんですね。ので、一つのパーサーを持ってそれがその Ruby でも使われるしツールでも使われるしっていう状態になればより安心してツールたちが、さっきの Rubocop をはじめとしたこう Ruby を解釈するツールたちが、パーサーを安心して使うことができるで、というふうなことを考えてパーザー自体が始まったんですね。それは一昨年ぐらいの話ですけど。で、一番最初に答えてくれたのが、プリズムでした。で今年はですねプリズムやってるケビンっていう人がですね、最近お子さんが生まれまして最近じゃないけどお子さんが生まれましてで、まだちっちゃいのでちょっと日本に来れないっていうふうなことを言って、結果的にですねこの沖縄での Ruby 会議がですねラマ陣営にです、ね、の方が圧倒的に強くてですね昨日ツイッター見てたらケビンがちょっとフラストレーションを溜めていたのでなんか孤立無縁だみたいなことを言っていやそんなことないからみたいななんですけども、プリズムですね KDD ニュートンケビン・ニュートンとそれから、金子さんですね雄一郎金子さんの、作ってくれた、ラマーベースの Ruby の昔ながらのパーザーですね2つあるんですけども、これが、個人的には健全な競争をしてほしいなというふうに思うんですね、死ぬまで殴り合いとかやってほしくないんですけどでこの件についてはですね例えば金子さんが、グランドストラテジーオブ Ruby パーザーという話をしてくださいました。はい、でそういえばあまり発表しなかったような気がするんですけども、ユニバーサルパーザーつまり、今最新のパーザージェムとかはプリズムに依存するようになってるんですけれどもで、外部に対してつまりツールに対してのインターフェースは、プリズムのインターフェースを採用しようと思っています。で、それはですねプリズムがツールに対して見せるアブストラクトシンタックスツリーですね抽象構文義も含めてそうですね、もちろんその文法が変わったりすると抽象構文義の構造が若干変わったりノードの種類が増えたりとかすると思うんですけども、基本的な構造はプリズムのものを採用しようとするというふうに発表します。でだからプリズムっていうのは永遠にプリズムであるというふうに思っています。ただRuby のユニバーサルパーザーのコアの部分がどうなるかっていうことについてはちょっと申し訳ないけどももうちょっと判断を保留したいと思います。というのも、プリズムの方はですね手書きのパーザーで実装されているんですよ。で現在のパーザー名前がねついてなくて困るんだけどプリズムじゃない方のパーザーはヤマっていう名前の、パーザージェネレーターを使って開発されてるんですね。でそれは金子さんの話を聞けば大体ロードマップ見えたんじゃないかなと思うんですけども、どっちもいい点があるんですね。つまり、
プリズムのハンドリ手書きのパーザーは、効率がいい、パフォーマンスについてもメモリ消費量についても優れているっていうのが非常に良い点があるんですけれども、ただですね、手書きなので、正直言うと何でもできちゃうんですね。そうすると、これが Ruby の文法だっていうのを手書きパーザーで書き始めると、形式的に意味が通らないとか、対極的に見ると矛盾した文法みたいなもの通っちゃうんですよ。で一方ですね、パーザージェネレーターはそういうのはなんかコンフリクトとか言って跳ねてくれるので、そういう意味で言うと形式的な定義からジェネレートしたパーザーっていうのはその点において正しさにおいて魅力的っていうのがあるんですね。でこれは一長一短でどちらを選ぶかってことはなかなか言いづらいので、今後もですねちょっと相談 しながらいかないといけないかなと思ってます。で、個人的に構想しているのは、シンタックスモラトリアムっていうのを考えています。これ何かっていうと、今日から大体1年ぐらいかなって思って、最短で今年いっぱいぐらいの間で、Ruby のその文法の変更をしないっていうふうな提案です。で、実際文法が変更しちゃうとそれぞれのパーザが同時に対応しないといけなくなるので、なんていうの、コストが二重にかかるんですよね。で、そういうことを避けるためにどちらかというと特にプリズムの、クオリティを上げたりとかですね、カバレッジを上げたりとかですね、いうふうなこと、プリズムの完成度結構高いんですけど、で、そういうようなことに対して集中してほしいので、Ruby の提案ね、特に文法の変更も含めてたくさん提案をいただきますが、文法の変更に関してはちょっと今年いっぱいは待ってもらおうかなというふうに考えています。もしかすると 2,3 年になるかもしれないけど、でもプリズム結構開発が早いんでそこまでならないんじゃないかなというふうな思っています。はい、で、ただパーザーに対して変更を行いたいというわけではなくて、バグフィクスは当然行いますし、それから例えばプリズムが出たことによってもともとのパーザーの曖昧性が発見されたみたいなこともありましたので、それを考えると曖昧性の除去であるとかバグの修正であるとか、それから文法もよりクリアにするとかですね、そういうような開発をどんどんやってもらいたいなというふうに思ってます。で、競争している2つのパーザーにですね、平等なチャンスをあげたいというふうに考えています。ただ、最近ちょっとケビンと話してなくて、僕ケビンとこれ相談してないので、そんなんいらんとか言われたらまた撤回するかもしれませんね。はい、今月末話す予定はい、結論から言うとですね、このパフォーマンスについてより良いツールを提供することによって、生産性を高めることができますと。で、ただこれらのツールっていうのは、コアチーム、つまり私と一緒にいるチームたちのスコープの範囲外なので、ぜひですねそのコミュニティの皆さんで、現在あるツールを改善するとか新しいツールを作っていくとかですね、そういうことをしてもらえるといいなというふうに思っています。で、よりなんていうの、歩みを早めるためにですね、で例えば Ruby アソシエーションでは、開発助成金という形で、提案していただいたものに対して採用されると、1人当たり、ちょっと50万ぐらい提案支援金を払ってますし、今年もちょっと確認してないんですけども、例年 Google サマーオブコードですね、Ruby の改善というテーマでテーマを設定しているチームがあるので、それに参加するのもいいかもしれません。また、それ以外にも独立したコミュニティの努力というのはたくさんありますので、それぞれに頑張っていただきたいなというふうに思いますし、もしその支援が必要であれば Ruby アソシエーションであるとか、あるいは場合によっては Ruby セントラルにですね、お願いすると、支援が受けられるかもしれません。であとですね、こういうカンファレンスで、いろんな人と話をすることによって新しいものについてのアイデアが生まれるかもしれません。今思えばですね、一番最初の本格的な Ruby のカンファレンスっていうのは2001年に、アメリカのフロリダ州タンパっていうところで開催された Ruby ファースト Ruby カンファレンスっていうカンファレンスでした。で、出席者36人だいぶ増えましたね今ね。で、そのカンファレンスで、話し合われたことをベースに RubyGems が生まれたんですね。だから、こうやってですねたくさんの人たちがあっていろんなことを話してどんなのがあったら便利だと思うっていうようなことを話をするとですね、また何か素晴らしいもの新しいものが生まれるかもしれません。
で、まだこれからねアフターパーティーもありますので、ぜひですねそういうテッキーなことも話していただきたいなと。いやこの先がうまいとかそういう話もいいんですけどはい。で Ruby コミュニティですね。Ruby コミュニティはだからですね、Ruby っていう言語だけでできることっていうのはもう現代においては限られてるんですね。そうするとより大きなコミュニティたちがいろんな努力を結集することによってRuby がもっと良くなっていくというふうに思いますので、一緒にやることによってより強くなることができるっていう標語がありますけれども、一緒にやればその Ruby をもっと良くすることができるというふうに思います。で、それこそがですね Ruby のコミュニティの力というふうに思います。今年もねなんかいろんな人がいましたけどなんかすごいカンファレンスに出て喜んでる人たくさん見るんですよ。すごいいいなというと、これ沖縄のパワーかもしれませんけれども、来年どこで開かれるか僕は知らないんですけど、でどこで開かれるにしてもですね、皆さんがより集まってですね、そしてそのコミュニティの力を見せていただけるといいなというふうに考えています。はい。で、Ruby をグレートにするって話はここまでではあるんですけれども、でここまででもないのか、もうちょっとあるのかでもうちょっとはいですね、未来の Ruby の話をちょっとしようと思いますが、その前に過去の話をして、Ruby の 4.0 みたいな話をしたいんですけれども、その前にですねネームスペース What and Why っていうセッションがあったのをご存知ですかね。でこれはですね私にとってちょっと失われた破片みたいな感じではあるんですよ。というのもですね2004年頃だから今から20年ぐらい前ですよね、Ruby2 っていうアイデアがあったんですよ。知らない人の方が多いと思うんですけども、これはですね Ruby2.0 ではなくて Ruby2.0 は2013年に出てるんですよ。でじゃなくて、Ruby2 っていうアイデアですね。これ何かっていうとこの頃ですねプログラミング言語コミュニティ、もっと大きなプログラミング言語コミュニティの中でそのプログラミング言語を過去の、歴史が長いとね過去のしがらみみたいなのが結構あるので、そういうしがらみを捨てて新しくリスタートしようみたいな動きがあったんですね。で、Ruby もそれに乗ろうかなっていうふうに思ったんですよ。で例えばですねこの時代その Perl6 っていうプロジェクトがあったんですね。であるいはですね Python コミュニティでは Python3000、Python3000 っていう試みがあったんですよ。で、その私たちのそれぞれのコミュニティが愛している言語をもっと良くするために新しく大胆なアイデアを入れて未来の新しいバージョンを作るにはどうしたらいいだろうかみたいなことを意見を集めたりとかして、でそうやって作りましょうみたいな機運が盛り上がっていた時期があったんですね。2004年ぐらいですかね。で、その頃にですねでもその時代の人たちは誰も気づかなかったんですけども、であんまりいいアイデアじゃなかったんですよね正直。で、Perl6 は結局デザインも終わってPerl6 という言語を作ったんですけれども、でもその Perl5 と互換性がなさすぎて誰も Perl6 に行かなかったんですね。でずっと Perl6 っていうので細々と開発が続いたんですけど、コミュニティは増えないしユーザーも増えないし、どうしたもんだかって言ったらいつだっけ4年ぐらい前にPerl6 は楽っていうなんか日本語みたいな名前に名前を変えてですね別の言語ですっていうふうに宣言したんですけど、別の言語にしたからって人が増えるかって増えないんですよね。で、今でも楽は楽のもあるんであんまり使われない言語になってしまってるんで残念なことですけれども。でじゃあ Python3000 の方はどうかっていうと Python3000 はいろんなアイデアを取り入れた結果、結局 Python3.0 というふうな形でリリースされました。でなんですがですね全く新しいものにしようっていうアイデアをベースに発想を元に集めたアイデアを実現して作ったバージョンなので過去との互換性が若干低かったんですよね。そうすると今まで俺たちの書いたプログラムが動かないからっていう理由で Python2 を使い続ける人たちが結構たくさんいて、で新しいバージョンの Python3、Python3.0、3.1 とかのバージョンはどんどん進むのに、でその Python2 を使い続けるとかいう人たちもいて、でも使い続ける人たちがいるからサポートする人たちもいて、で Python2 は2でバージョンが進むし Python3 は3でバージョンが進むしみたいなことになってコミュニティが分断されてしまったことが過去あったんですね。でどのぐらい分断されたかっていうと実に10年以上分断してたんですよ。だいぶもったいないですよね。で、Ruby の方は正直言うと私があんまりにも面倒くさがり屋なので
こうアイデアを管理したりとかですね、新しい発想を管理したりするのが面倒くさくなっちゃって、もういいやって言って、で、Ruby2 っていうアイデアはですね、そのまま放棄されてしまったんですね。それがですね、私の怠け者さが、Ruby にとって幸いだったっていうことになりました。で、その時にですね、でも、未来にこういうのがあったらいいよねっていうふうに話したアイデアっていうのがいくつかあってですね、こういうようなアイデアがありました。セレクターネームスペースっていうのは、こうなんていうの、メソッドの呼び出しの名前の空間を分離しようっていう発想ですね。それからキーワード引数、メソッドコンビネーション、ユニコードサポート、パターンマッチング、パッケージズ、それから JIT コンパイラーとかですね、こういうものがあったらいいよね未来にはみたいな話をしていました。で、じゃあRuby2 というアイデアはなくなって、Ruby はそのバージョンを少しずつ進めて順当に進化してきたんですけども、でその中でですね、セレクターネームスペースはそのリファインメントっていうもので一部実現されて 2.0 で導入されました。で、キーワード引数は、Ruby2.0 でも入ったんですけど、結局その、真のキーワード引数って言ってもいいような状態になったのは 3.0 でした。で、メソッドコンビネーションは、メソッドプリペンドっていう名前で、入ったのは 2.0 の時でした。で、Ruby にユニコードサポートが、本格的に入ったのは Ruby1.9 の時でした。で、それから、パターンマッチが入ったのは 2.7 の時でした。で、パッケージは今でも入ってません。で、JIT コンパイラーが最初に入ったのは 2.6 の時でした。ということで、なんかこれがあったらいいなって妄想したことはですね、だいぶできてきたんですね。でも、セレクターネームスペースの、リファインメントで実現されなかった部分であるとか、それからパッケージが欲しいっていった部分とかはできてなかったんですね。で、このそのネームスペースによるこうなんていうの、名前空間とかの分離とか、こうライブラリーをこう名前空間に閉じ込めて他の名前空間を汚染しないみたいなことがですね、実現するためのアイディアがですね、それから実に20年ぐらい経ってですね、高森さんがこう、プルーフ・オブ・コンセプトの部分を実装してくださいましたし、でこの先なんかできそうな気がするっていうふうに思ってます。でこういうセッションですね、今回発表してくださいました。で、これによってですね、私が20年前に妄想したこう未来の Ruby があってほしいっていうとこのパーツがほぼ揃うっていうことになりました。だからもう Ruby の進化が止まるとか変化が止まるとかそういうことはないんですけども、20年前に欲しいなと思ったことのがようやく揃いそうな気配が見えてきたっていうことですね。これがちゃんとこう Ruby のいう言語に入ったら Ruby4.0 にしてもいいかなっていうふうに個人的には思ってます。はい、ありがとうございます。でですね、いやアップルみたいなこと言ってますけど、で、夢の話をするとですね、実装ができるかできないかみたいなことはともかくとしてですね、私がこう欲しいものについてですね、ちょっと喋っておこうと思います。というのも、20年前にね Ruby2 っていう名前でこんなものが欲しいとか言ってだべってたやつが、20年かけてほぼ実現されたっていうのもあるんですけれども、でなんかこうだべっていくとですね、自分ができなくても誰かやってくれるかもしれないっていう他力本願なところがあってですね、そういう夢について実現できるかできないかわからない夢についてちょっと語っておこうと思います。それはですね、最近 SDGs みたいな話があるじゃないですか。でなんだっけ、サステナブルデベロップメントゴールズの略だそうですね。それからその、GX とかってグリーントランスフォーメーションとかいう言葉があるじゃないですか。なんか環境を大事にしようというニュアンスですよね。で、そういう時に考えた時に Ruby ってのはその開発者の幸福であるとか、それから開発者の生産性みたいなことについて非常にこう注意を払っているんですけれども、ただですね、実行時の効率についてはだいぶ、パフォーマンスだいぶ上がりましたけど、それでもそこまで最優先の事項ではないんですよね。そうすると例えばその現代においてデータセンターで消費される電力とかですね、水資源とかいうことを考えるとですね、もうちょっとその、地球に優しい Ruby があってもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、省資源な Ruby で、メモリー消費量が少ないとかですね、あるいは、十分なパフォーマンスがあるとかですね、で、あるいは、場合によってはそのシングルバイナリーみたいなものができるという、シングルバイナリー発表もありましたね、そういえばね。でそれのためにはですね、AOT コンパイラ
いや今のものとは別にこう Ruby に対して、コンパイルしたバイナリーを吐く機能があるといいなって妄想してます。で、実はですね笹田さんが東京大学の先生だった頃学生さんがこう Ruby のプログラムを C に変換してでそれをコンパイルしてバイナリーを作るっていう研究をしたことがあったんですね。で素晴らしい研究だというふうに思ったんですけどもでですねそしたらバイナリーがバカでかくなってでメモリ消費量もバカでかくなってで実行速度は決して速くないっていうですねなんか30句みたいなプログラムができてですねで世の中はこう辛いなっていうふうに思ったんですけどもこうですねただ現代においてはごめんなさい現代においてはですね例えばタイププロファイリングであるとかあるいはタイプシグネチャーで情報が得られ外部から情報が得られてとかですねそれからそのプロファイルガイデッドコンパイレーションみたいなこう技術もできてきたのでそうするとですね、10年前にはできなかったようなこうアプローチで、AOT コンパイラーを作ることができるんじゃないかなというふうに思っています。で、ちょっとね妄想をしているので、誰かこう私は興味がありますとかいう人はですね、声を上げていただけるとですね一緒に話せるんじゃないかなというふうに思ってます。名前も決めたんだけど、ここではいいやはい、ということでですね、今日の話は大体これで終わりです。このお話何ありがとうございます。ありがとうございます。親指上げてくれたのね。そうか、こうかと思った。はい、ごめんね。はい、今日のお話はですね、私を松江で雇ってくれているネットワーク応用通信研究所、通称 NACL とですね、それから、最近どっちかというとプロダクトマネジメントみたいな話をこうする会社を作ったので、作ったというか僕は社長じゃないんですけど、で手伝っているので、その OSS ビジョンという会社とですね、それから、GitHub スポンサーズをですね、の人たちがですね私を助けてくださっているので本当にありがとうございます。円安あれドル建てなんですよね。で円安のおかげでですね金額が増えてですねちょっと嬉しいちょっと嬉しいんですがなんですが、ちょっと景気に左右されがちでですねスポンサーが減ったりとかしたのでまた、気が向いた方はですねスポンサーしていただけるとありがとうございます。ただ最近ですねショッピファイとジェットブレイもですね私のスポンサーになってくれるという話になりましたので、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございますそして何よりですね、私のすべての活動は、私だけがやってるわけではなくてというか最近私あんまり温度を取ったり旗振ったりしてるだけであんまり直接コード書いてないんで皆さんですねRuby コミュニティそれはコアコミュニティもコアチームもそうだけれども、そのアイディアをくださってプロポーザル出してくださる皆さんもそうですしそれからRuby を使ってくださる方もそうですしあるいはその Ruby のクラスを用意してくださったりとか、なんていうの本を書いてくださってる人もいるしそれからなんかブートキャンプみたいなことをやってくださってる方もいらっしゃるしで、それに参加してくださってる方もいらっしゃるしそれから、Ruby を採用して自分とのビジネスをやってくださる方もいらっしゃるしでそれをスポンサーRuby 会議みたいなイベントのスポンサーしてくださる企業もそうですしでそういう人たちがこう行って回るからこそ、Ruby がここまで行っていると思うんですね。でよく Ruby が死んだってネタ使うじゃないですか僕。でそしたらですね怒られちゃって今年は封印しようって言うけどつい言っちゃったでですね、何かっていうと例えばですねアメリカの Ruby カンファレンスで、こうやって人が集まってでその中にはその Ruby 始めたばっかりで Ruby いい言語だからこれから勉強しようって夢と希望に満ち溢れてカンファレンスに参加してそうやって席に座って私の話で Ruby のクリエイターの話を聞いてでワクワクしながら話を聞いたらで松本が口分けですね Ruby は死んだとか言うとがっかりするって
でがっかりするからやめてって言われて、わそうかと、自虐ネタは海外では通じないっていう文化の壁を感じましたね。で何の話だ、そうそう、Ruby コミュニティがですねRuby コミュニティが私たちを支えてくれる、それもいろんな国の Ruby コミュニティがね、私たちを支えてくれるからこそ存在するんだと思います。Ruby 会議はですね、おそらく世界最大の Ruby カンファレンスですけれども、アメリカでも Ruby カンフ、それからヨーロッパの方ではですね、ユーロコっていうの大きいのがあります。で、さっき聞いたらですね、最近ヨーロッパではたくさん Ruby のカンファレンスが開催されるようになってきて、去年は Ruby のカンファレンス、それなりのサイズのものが5つヨーロッパ圏内だけで開催されたそうです。でだからユーロコに集中するのではなくて、それだけいろんなことをしようっていうふうな人たちがですね、ヨーロッパにたくさんいるっていうことですね。でそういうようなコミュニティの一つ一つの働き、あるいは活動が、Ruby のを回しているというふうに思います。本当に感謝しています。まさにその Ruby という言語の活動、それから私の活動は、Ruby コミュニティによって支えられていると言っても、言い過ぎではないというふうに思います。ので、今日はRuby 会議にですね、Ruby 会議2024に来てくださってありがとうございます。ぜひ今日感じた気持ちをですね、Ruby はすごい言語だとかですね、松本は変なやつだとかですね、よく見たら普通のおじさんだったとかですね、そういう思いを胸にですね、帰っていただいて、ぜひ来年の Ruby カンファレンスもRuby 会議にも来ていただければというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。